今回の動画ではリブトラのベルリックスという NAMM&IR ローダー2個1になったやつを試していきます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。今回ですね、このリブトラベルリックス、NAMM と IR、NAMM っていうかプリアンプですね。アンプとあと IR キャビネットが一緒になったそんな、機材を試していこうと思います。これ全然ネットに情報なかったんですけど、リブトラっていうこのブランドあんま知らなかったんですよね。ワイヤレスのイヤモニの他にこんなペダルをいろいろ作ってるようです。で、このペダルが全部こういう風に上につまみがあってフットスイッチが2つあるっていう同じフォームファクターをしてるんですね。で、リバーブのエーテル、ディレイのコーベン、アンプ&キャビのベルリックス、あとモジュレーションのゼニスってあります。で、今回はその中でもアンプと IR の、ベルリックスっていうのを買ってみました。これがですね、なんとアリエクで6183円っていうね、すんごい安かったんですよ。で、NAMM と IR それぞれ、入れてオンオフができる。で、かつ USB オーディオインターフェースとして録音もできるみたいな感じだったんですね。で、これ面白そうだなって思ったんですけど、さらにですね、この面白そうだなって思ったのが、これ入力が2つあって出力も2つある。これどういうことかっていうと、これ普通に入力してアウトプットする、出力するっていう普通のモノラルアウトのエフェクトを直列として使うっていう使い方の他にエフェクトループができるらしいんですよね。要はここから入れて、で、アンプ通って一回外に出て、例えばなんか通して、その後もう一回戻して、IR をかけて外に出すということもできるようです。なんかこの辺もしかしたら面白いかなと思ったんですよね。デュアルモノアウトとして、これ、1個入ってきたら、入力があったらそれに対して、アンプとキャビかけたものを両方出してあげるだとか。あとですね、上半分の経路をアンプとして使う。下半分の経路をキャビネットとして使うみたいな、そういうアンプとキャブをスプリットステレオにしたような、要は上はアンプ、下はキャビみたいなそういう使い方もできるということらしいんですよ。で、こういった使い方ができるのがもしかしたら面白いかなと思ったんですけど、その後ですね、ちょっとどういう風に使えばいいかなみたいなところはまだ思いついてません。なので今日はとりあえずね、一番最初に出てきたこの使い方、普通に楽器つないで入れて出力されますっていう形でちょっと弾いてみたいと思います。で、ですね、アンプとしては何が入ってるかっていうと、これ NAMM ファイルってなってるんですよね。NAMM ファイルが入ってるらしいんですけど、フェンダー、ローランド、ボックス、マーシャル、オレンジ、ハイワット、ソルダーの PB、エングルって感じですね。メサブギには入ってない。で、これ、取説にはこう書いてあるんですが、後で写しますけど、実際に入ってるアンプモデル、この辺かな ?7 番と8番が逆になってるっぽいです。で、これ NAMM ファイルが入ってますよってのと、あとキャビネットも IR 入ってますよ。フェンダーのベースマン、ローランド、ボックス、マーシャル、オレンジ、ハイワット、ソルダーの PB、エングルっていう感じで、もともと9個のアンプと9個の IR が入ってます。で、アンプって言ったのも NAMM ファイル、アンプヘッドの NAMM ファイルですね。で、外から NAMM を入れたり IR を入れたりするときには、これらの9つの上に上書きになります。上書きになっちゃったら前のやつ、元々のやつ消えちゃうのっていうと、そんなことはなくて、PC 用の管理ソフトで、こうやってレストアってやると、ファクトリー状態に戻したりすることができます。ファクトリーオールリセットみたいなやつ、リセットオールか。あと、または、元々のその、状態に戻すためにリストアアンプとかリストア IR みたいな感じで何か後で上書きしちゃったとしてもそこに入れてあげることができます。で、ちなみにアンプモデルこんな感じで最初から入ってます。これね、さっき取説だと7番ソルダーの8番 PB ってなってるんですけど、管理ソフトの方を見ると7番 PB、8番ソルダーのってなってますね。じゃあ早速弾いてってみましょうということで、管理ソフトの方とあと、画面も出しておきましょうか。見ていってみましょう。じゃあこれで早速弾いてってみましょう。これね、ディスプレイがここに2桁のやつがついてます。この左側がこのキャビネットの番号で、右側がアンプの番号です。これどうやってやるかっていうと、これ普通に押すとオンオフなんですよ。オンオフで、こっちもオンオフで、
長押しするとぐるぐるっと回って数字が変わっていくんで、良きところで離してあげると、こんな感じ、正直ねこれちょっとコツがいるっていうか、普通にアンプをねオンオフするときにポチってこう軽くトンってやんないといけない。ちょっと長く踏んじゃうとここくるくる回っちゃって、オンオフじゃなくてアンプセレクトに入っちゃうみたいな感じがあるんで、このパキッと押してあげないとオンオフができないよっていうのが、この1個だけのスイッチでやるめんどくささかなと思います。なので今日はこの後は、実際に選ぶのはもうパソコン上でやっちゃいます。はい、ということで、じゃあちゃちゃっといろいろ見ていってみましょう。じゃあ1個目、アンプフェンダーツイードとフェンダーのベースマン。フェンダーベースマンのキャビでいってみましょう。でね、これつまみがちゃんと効くんですよ。みたいな感じでね、つまみが効くんで結構面白い、直感的にできるなって感じ。次ジャズコいってみましょうか。ジャズコ、どっちもジャズコにして2と2になりますね。どんどんいってみましょう。次 AC30 のキャビとアンプ。
まあこんな感じですね、音は。で、面白いのはやっぱり、キャビと IR を組み合わせられることだと思うんで、今だとエングルのアンプにエングルのキャビついてるんですけど、これを途中で PB のキャビにしてみましょうか。こうやって遊べるので、アンプの歪みにトーンをちょっと変えたいみたいな時にこうやってね、キャビを変えていくと面白いんじゃないかなと思いますね。はい、みたいな感じの遊び方ができます。あとはですね、これ NAM を入れたり IR 入れたりできるんで、せっかくなんでちょっとやっていきましょう。NAM を入れるときはここポチッと押してあげるんですよ。で、あらかじめいくつか NAM を落としといてたんで、例えば6505のゲイン違いみたいな13570みたいなのをね、用意してるんですけど、あれ入んない？これね、ちゃんとね、多分 A1 アーキテクチャ1を選んで入れてたはずなんだけど、入んないね。なんでだわかんないな。この間うまくいったもんな。ということで、もしかしたらこれまだ発展途上なのかもしれないですね。ということで、アンプ入れて、IR 入れて、それでその組み合わせをいろいろ楽しむっていうことを本当はやりたかったんですけど、っていうそういうデモをしたかったんですけど、今日はなんかアンプが入らないんで、あくまで、IR を変えた時の楽しみ方になっちゃいますね。ちょっとこのアーティキュレーションっていうのはこれ。これ多分折り返し済みだと思うんですよね。折り返し。サンプリング周波数を超えちゃった音が折り返って低い方に音が漏れてくるってやつ。多分それ起きてんじゃねえかな。チョーキングキュインキュインやると、キュインキュイン？チョーキングをすると、ちょっとなんか低い音でキュオキュオキュオって言ったりするやつ。
るのって多分ねサンプリング周波数より高いところで発生しちゃってる倍音が折り返ってきちゃってるんだと思うんですよね。こういうのを防ぐためには多分内部処理をもっとオーバーサンプリングして問題になる工事周波数っていうので上の方に人間の過長帯域を超えて飛ばしちゃえばいいんですけど、そういうことをやってない感じなのかなっていうふうに思いました。で、これ、ナム入れられるって言ってるんですけど、さっきから言ってましたけど、実際に入れる時って変換が走るんですよね。前の動画で試した時に変換されてたんで、これつい最近買ってますけど、別に A2 じゃないです。今後 A2 に対応するかどうかも分かりません。ただ一番の楽しみはやっぱりこの IR と、アンプのヘッドの組み合わせをいろいろ試せるっていうところと、あとこのつまみをすぐクイクイクイっていじれる、これがねなんか楽器いじってるなって感じがしていいかなと思います。こんな感じでね、これつまみの効きはいいんで、とても遊べると思います。ということで、はい、今日はベルリックス、とりあえずね、プリンの音をいくつか試してみましたっていう感じになります。で、ナムが今回は入らなかったんですけど、IR は入ったんで、このナムと IR、ナムのアンプヘッドと IR を組み合わせるっていう楽しみがありますよっていうことだけお伝えしておきます。ベルリックスの特徴としてね、このエフェクトループができる2インプット2アウトプットがどういうふうに活かせるのかみたいなところはまだ思いついてないんで、このやり方、うまいやり方を思いついたらまた紹介したいと思います。なので今日はとりあえずプリセットグリーンのアンプとキャビ、あとキャビを入れてみたっていうところだけお伝えして以上といたします。それじゃあ長くなっちゃいましたけど、今日の動画としては以上になります。今日の動画が面白かったなって方はぜひチャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。